オールドマックスボスです。今日は自分の47ナックルの紹介をしたいと思います。まずこの車両は20年弱ですね、18年前に手に入れて、その時はエンジンがバスケット状態で、フレームとスカスカのエンジン、途中だったエンジンから手を入れて、いろんなパーツを集めて作っていきましたね。実はこのハーレーに限っては、自分で個人的に、ガレージで、自宅のガレージで、ビルドして作り上げていきました。で3、4回も仕様変更してるんですけど、今回これ1年ぐらい自宅でかけて仕上げていきましたね。コンセプトとしては、とにかく小さく、低く小さく、一応あだ名的な名称はなんだっけチョップドナックルあだ名的な名称はチョップドナックル、それをテーマに一応あと30年代を取り入れて統一していきました。ヘッドライトだとかカムカバーとかリアフェンダーだとかテールランプ、その辺を、あとフロントフォークですね、 VL フォーク、その辺を30年代で入れながら、それに合わせてタンクを作ったりマフラー作ったりフット周り作ったりして揃えながら仕上げましたね。この後細かにいろいろ各所説明していきます。フロントホイールですね。フロントホイールは18インチ黒リムで、スポーク、あとはスプリンガードラムでブレーキ、あと先ほど言ったこのフロントフォークがね VL フォーク、一応VL フォークっていうのは、30年代の、ナックルより一つ前の年代ですかね。同じ18インチの長さなんですけど、なんとなく小ぶりに見えるのが特徴で、ちょっとこれを入れることによって30年30s が強調されて、それに合わせてヘッドライトだとかリアテール、リアフェンダー、あと30s のカムカバーですね。カムカバースムースなやつを入れて、ちょっと 30s ルックを作ったって形ですね。30年のチョッパーって感じですね。でそれに合わせてタンクをスポタンをナローして分割で作ってますね。あとはこのリアフェンダー、これは実はバイクのリアフェンダーじゃなく、30年代の A 型フォードとかその辺のスペアタイヤをスペアタイヤを巻いてるやつを一周ぐるっとあるんですけど、それをちょん切って、リアフェンダーにしたって形ですね。このブレースとかその辺を作って、あとはシートですか。シートも、ティーバーをちょっと加工して曲げたり、違うものを、リベットで留めてベースを作って、あとこの支点の部分ですね、シートのタブを本来ならもうちょっと前にあるものを後ろに下げて、でちょっと乗り心地をここでスプリングがこうやって受けれるようにして、底付きをちょっとなくしたっていう感じですかね。これによってちょっと乗りやすくしてます。マフラーは、ここまではオリジナルなんですけど、後ろのトランペットを、アップスイープして、でちょっと特徴としてはステーを使わずにうまくシンプルに取り付けたっていう点ですかね。それによってフレームにカーブを沿ってシンプルに
仕上がってますかね。ポイントとしては足置きペグ年がいもなくミッドハイっていう位置で股関節痛くしながら乗ってますかね。あとはブレーキ、このブレーキも無垢の棒をただ単に曲げて作ってるわけですけど、ここでねクロスシャフトで向こうに行って、これでこのドラムのロッドを押してるんですけどね、本来このドラムは引くものでして、押すっていうことはこのロッドを太くしていかないと曲がってしまうものですから、その辺を太く加工して、ドラムは中にシューっていうのが入っていて、これを引いても押しても同じように開くもんですから、押しても引いても効くことは同じですね。でもこれも完全に後ろタイヤロックするぐらいまでブレーキは効きますね。この辺の材料も同じ丸棒を使って、ツーサイドも同軸でシンプルにただ棒だけで作ってます。スピードスターをちょっとナローに詰めたような形のものを、インナースロットルでちょっと余分な取り付けのブラケットなんかないように、溶接でこんな小さいちょっとシャークっぽい加工にしてフロントブレーキを作ってます。こんな感じが特徴ですかね。オールドマックスとかこの KUV ができてから3年弱ぐらいが経つと思うんですけど、このお店を始めたきっかけとか思いみたいなものは何かボスの方であるんですか？そうですね、今年の年末12月20日が来て丸3年になるんですけど、このオープンの1年ぐらい前からいろいろ渡米して仕入れに行ったり、準備に入って繰り上げていったんですけど、準備は結構ハードにやりましたね。静岡県っていうのは昔からちょっと谷間って言っちゃあれですけど、お隣名古屋だとか、横浜神奈川だとか、結構隣接の都市は結構バイクだとか、アメ車だとかハーレーだとか、その辺が結構盛んでチームがあったりショップがたくさんあったり、そういう中この静岡県西部になるんですけど、この辺りっていうのはもうなかなかショップというものが少なく、カスタムとかっていうとやっぱり県外っていう風な印象で、この辺の文化を少しアメリカンカルチャーというかカスタム文化をもう少し根付けたいなっていう思いが前々からあって、30年ほど前から輸入は四輪を中心にやっていて、アメ車屋をやってたんですけどね、その時からちょっとこの辺弱いなっていうのは感じてましたね。時代とともにその職業が自分の中でちょっと思うようにいかなかったりどうかなっていうふうに思うようになって、13年ぐらいアメ車屋というか車屋全般やったんですけど、最後3年ぐらいかけて計画的に締めようっていうことで準備をして締めていったわけですけど、なんですかね、なんかやり残した感っていうのがあって、そのやり残した感をこのハーレーはもうちょっと個人的にずっと30年ぐらいやってるもんですから、これをやっぱりちょっともっと広げていきたいなっていう思いでここをやり始めたっていう感じですね。ガレージビルドでやっていたのを生かしつつ、アメ車の輸入知識とかそういったものを生かしつつハーレーの輸入をやるようになったんですけど、やっぱり大きくやっていくにはスタッフの力だとかそういったものが当然必要になりますので、そこで考えたのが20年ぐらい前から熊さんとは熊さんの前職で知り合っていて、このオープン前の今から4年前ぐらいに熊さんにちょっと声をかけさせてもらって、熱烈なラブコールじゃないですけど、なんとかお願いしたいっていうことで一緒にやってもらえんかっていう感じで口説いていったんですけど、なかなかね最初は
冗談じゃないよみたいな話であったんですけどね、徐々に話を取り入れてくれるようになって、聞き入れてくれるようになって来てもらえるようになったっていうことで、熊さんが来てくれればもう100人力っていうことでね、願いが叶ったっていう形ですかね。そしてここで晴れてオールドマックス KUV をオープンすることができたっていうことですね。これから4年目とか5年目とか、これ以降の何か KUV とかオールドマックスでのやりたいこととか野望みたいなものはボスの中ではあるんですか？そうですね、やりたいこと、近いところでやりたいことっていうのは、もう少し先ほど言ったように文化を広げていきたいっていうことを含めて、この小さいイベントかもしれないですけど、バイクだとかそういう好きな人たちが集まるイベントだとか、そういったものは取り組んでいきたいなっていう思いがありますね。あとはやっぱりこの辺のもう全体文化をもっともっと広げて、今までにない活気をつけていきたいなっていうふうに思いますね。あとは野望ですか。野望としては昔からレース場を持ちたいなっていう動きは実は2年3年前ぐらいから場所を探してきてやってるんですけど、ちょっと具体的になりかけたのが2度ほどあって、その時には結構いい線まで行ったんですけどね、ちょっといろいろな諸事情があって叶わず、現在も探してますけど、なんとかレース場をやりたいなと。この静岡県っていうのはオートバイの国産メーカーとしてヤマハ、スズキ、ホンダが本社が存在する割には、モーターサイクルスポーツっていうのが全く盛んではない。それがどうしてかなっていうふうに思ってたんですけど、うちの例えばハーレーだとかヴィンテージだとかって、そういったもののレースができて、アメリカでも結構そういうの盛んだもんですから、そういうのをなんとかやりたいなっていうふうに思ってますね。その会場を小さいながらも作りたいなっていう思いで野望は持ってます。このナックルのようなオリジナルストックとはまた違うチョッパーですかね。こういうものをエンジンでフレームだとか、ミッションだとか、その辺オリジナルで抑えて、あとはもう好き好きにカスタムするっていうチョッパーをもし作りたい方いらしたら、そのベースっていうのもうちにも在庫ありますので、ぜひともご相談ください。今日の動画を見てチョッパーいいなとか KUV いいなとかオールドマックスいいなと思ってくれる方、ぜひいいねつけてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。オールドマックス1人